結構波がいついてくれてるんですね。いやすごいな。僕がなんで寿司動画を今やってるかきっかけがサイトなんですよ。ちゃんとシャリとネタの一体感だったりとか、それに向けてネタに仕事をしてたりとか、一回一回ちゃんと料理っていうものを見したかったんですけど、いざ蓋を開けてみるとコメント欄が高い金額のことばっかりどっかのグルメサイトに載ったみたいですけど、それがなんかランチでこの値段かよみたいなフューチャーのされ方がなんか僕の持ってるものと全然違って今で言えば結構妥当じゃないですか、だって結構酒飲んでるんですよ、業界的には普通なんだけどそれを知らない人が圧倒的にいるんだなっていうことに僕は気づいたんですよ。夜と同じようなことを昼でもやってくれますよって言うとすごい嬉しいんです、で斉藤さんもそうじゃない、そうだから値段も高いだけであってランチだからっていうくくりで高い値段になっちゃうと、で回転寿司行って夜行って昼行って金額一緒だったのにお前ら文句言うのかもしれない、昼来たのに夜と一緒の値段なんで昼だから安くない、そう言わねえだろ、そういうことでしょ。だから僕はもうサイトの動画を出した時のコメント欄を見て、上からですけど僕は広めていくしかないのかな。いまだに地方の寿司の方が安いしうまいよみたいな本当に言う人いるんですよね。でも地方の寿司も、例えば札幌の IKKO さんも金額的には3万するよ、石川だってその2万3万全然普通だからちゃんと手の込んだお寿司っていうのはそんなにするもん、地元で安いものを食えるっていうのはそりゃ寿司の魚の原価である寿司レベルの話であってうまい寿司食うってなるとそうじゃないけど、コメントを書いてる人たちはいくら IKKO さんが高級としたりとか美味しいものを理解しているか判断基準は寿司っていうのは書いてるし、そうなんですよ。この間の、大阪の星山さんも金額僕出しました、変わんないですよね。テル寿司だって3万いくらしましたよ。地方のが安いっていうあなたの説は何ですかっていう、素晴らしいのはありますけど、なんか東京はそうやってそういう風に言っちゃうのはつまんないなってすごい思う。だって全国で取れた魚が豊洲に集まるんですよ、すごい速度で。じゃあ地方より東京の方がいろんなバリエーション食えんじゃんってなるはずが地方の方がやっぱうまい。東京の人って努力しないでもいいもん入ってるでしょ。で金取れば逆だと僕は思いますけどね。競合が多い分毎日潰れる店もあるし、いや本当っすよ。本当に寿司屋なんて寿司屋バブルですから大変ですよね。だから東京で生き残ってる店がどれほど努力してるかっていうところに何にも鼻くそぼじって客入ってくるわけないですからね。でもようやく1年ぐらい僕動画続けてて、ようやくだんだんこのぐらいの仕事してるから、この金額はしょうがないねっていうようなコメントが増えてきたっていうのは僕はやる意味があったので、最初の頃なんて高っ、何これぼったくりじゃん、無知って悪いとは思わないです。僕も知らなかったですから高級で行くまでは。だけど無知にカッコつけて店を批判したりとかぼったくりじゃんとかいうのが僕はそっちの方が悪だと思うんですよ。知らないんだったら学べちゃう。だから地方のお寿司だったら安くてうまいですよとかは、あるよそれは。でも高くてもそれだけ払ってもいいぐらいうまいところもあるっていうことを理解してほしいですよ。そうですね。一貫一貫ってあんな時間かけてやってないでしょ。
とこをまず全然知らない人たちがすごい多いなっていうのを気づかせたのが寿司斉藤の動画だったんです。だから僕毎回動画の最後に本日のお会計って言ってお会計出すようにして、まああれが正直いいとは僕は思わないです。確かに下品だなと思ったりするんですけど、いやでも僕はあれはもういいと思いますよ。結局あのお店行きたいなって方っていうのは線引きになるじゃないですか。そうなんですよ。食べログで見ても、ね、例えばうちだったら1万5000円で1万5000円から2万円とかになってでお酒いくら飲んでるのか追加したらどのぐらいしたのか分からなくてこの金額、でも飲む人が飲んで食べる人が食べたら1人2万5000円ぐらいになるわけですよ。でそれ知らないでなんかちょいちょいつまんで追加して2万5000円取られたらなんか高いなっていう印象のそれって数字でしか見てない、動画でそれを見てたら分かるじゃないですか。この流れでここで通りですになったけどこれだけお酒の飲んだこれだけ積んだ追加したからっていう目安になるから、だから動画で入れてるのはすごい僕はいい助かると思うんだけど、参考文献があんまりなかったっていうのがあって、だから僕の動画で参考になりますっていう声が結構多いので、あれを今入れてるんですけど、決して別に金持ち自慢をしたいわけじゃなくて、このぐらい、いますいます、本当にいます、いますいます、そうです。ああいうのもいるんですけど、でも捉え方自体が貧しいだったらこのぐらいで、あ、いけるんだったら、じゃあ今度の記念日に行こうかとか、なんか嫁さん連れて行こうかとか、そういうなんか指標になれば、知らないから踏み出せないじゃないですか。で怖いのはお会計いくらになるんだろう高級店って絶対思うはずなんですよ。時価だし。だから一つそういう指標になるっていうのは価値があることをやってるのかなと思うんですけど、それを斜めに見る人もいたりとかして、特にやっぱ熟成に関して言うとやっぱり認識が違う人が多いから、ビッコさんみたいにちょっと伝えるような姿勢でいてくれる人は嬉しいですよね。熟成に対して批判的な人多いですね。なんでこうなっちゃうかな。で、あなた食べたことあんのっていう話なんです。結局食べたことない人間が批判するんで、やっぱり未だに魚は取りたての方がうまいって思ってる人も大勢いたりとかして、それはそれで美味しいかもしれない、歯応えがあって。逆にじゃあマグロ取れた瞬間に食ったやつを呼んでほしい。そうですね。そうです。僕は食べたことあるんですけど、ひどいですね。水っぽくて感じ方によっては貝類食べてるんじゃないかなぐらいみずみずしくて歯応えがある。でもマグロのうまさなんかなんもない。年代にもよると思うんですよね。多分僕らとか、一高さんぐらいまでってやっぱり昭和の寿司の世代って言われてて鮮度命だって言われてた時代で生きてるから、だからそもそもの頭がそうなっちゃってで今ってもうそれが変わってきててそれが浸透してきてるから多分僕らの子供とかはそんなにその鮮度がいいイコール美味しいっていう頭を持たなくなると思うし、寿司屋っていうものはこういうもので別の価値観が出来上がってくるので、それが正解かは分かんないですけど僕らと同年代の経験値がないような人たちが抱いてるなんかねちょっと偏った寿司の価値観とは違うものを絶対持ってるはずなんで。否定的なニュアンスで来る人がいて、そういう人に限ってやたら話しかけてくる。なんか荒探したりとか、最初僕も未熟だから乗っちゃったりとかすると、なんか、いや最初頑張ってますよねって言われたら、いやそんなことないですよって言うじゃないですか。僕頑張ってますって言いたくないから、そんなことないですよって毎日自分は寿司握るのが好きだから。楽しいことやってるだけで経験が追いついてきてるだけなんでありがたいですよねみたいな。でもそんな大変なことないですよって言うとネットとかで、そ
その大将全然努力してないだけで書かれた時は本当ですか。いやいや俺頑張ってねって言ったことにいやいっちゃうもんですねそれ。そうねいやだから本当にIKKOさんの開始がなんか、あんたネットの体制ないねみたいなのチンピラっすよね。チンピラっすよ。めちゃくちゃっすよそれ。もうあれ何返しても絡まれてますから。何返してももう気に食わないでしょうね。一歩だけわがままを言わせてもらって、さっきも言ったんですけど、本当に動画を見て来てくれる人は動画見ましたって最初に言ってほしいです。若い人が動画を見て、例えばうちの動画でも、木崎さんの動画でも見て、カウンターとしてそんなに緊張しないでいいんだって言って来てくれてる人は確実に増えてるんです。でもそれでうちに来てくれる人いるわけですね。でも僕忙しい時もあるし、僕がもともと人見知りもあるんで積極的に会話をしないんですよ。で帰り際に実は動画見てきましたっていうのをすごい僕後悔するんですよ。なるほど。なんかその若い子に対しての間口を広げてくれてるじゃないですか、IKKOさん。でそのIKKOさんが広げてくれた結果うちに来てくれてる。でももう一回締める行為になってるんだみたいなことが思うから、別になんか不愛想じゃないとは思うんですけど、やっぱりちょっと僕接客業やってるくせに苦手だし人見知りなんで、僕は何も話さないと申し訳ないと思うんですよ。で何も話さなかった結果帰り際に動画見てきたんですよって言うと、なんかせっかくIKKOさんが間口広げたので俺がまた閉じたんだけど動画見てきた人は最初に言ってください。このフレーズだけ入れてください。嬉しいんですよ。で嬉しいから答えたいんですけど、そんなに僕答えるスタイルじゃないじゃないですか。僕がだって最初言った時もシャイでした呼んどいて俺呼ばれてるよな呼んでるくせにもじもじしてたんで本当知らないことが多いから分かんないですよね。怖いし僕のずっと見てくれてる人だと寿司屋で10万20万取られることはないんだなっていうことはもう分かってる。僕平気で思ってましたから昔地下で、これいくら10万とか取られるんじゃねえかとかでも本当多分そんな感じだと思うんですよ。若い人っていうかそういうカウンター寿司に行ったことない人っていうのは本当分からないから、でも分からないことは別に悪いことじゃなくて、じゃあ知ってく何か材料を僕が提示することが意味のあることなんじゃないかなと思って。それが例えば3万でも4万でも5万でも6万でもいいし、モラルで10万でもいいんですけど、でもここのお店に行ったらこのぐらい使いましたっていうなんか前例として数字を出してあげることが一番いいじゃないですか。そうですね。で、あそこのお店はおるのかなって、あそこのお店は健全に2、3万なのかなっていう、なんか線引きを作れる要素があるんですけど、でも金額出さないと、そうですよね。それすらないですから分かんない。そうすると踏み込めないんですよ。そうですね。やっぱ踏み込めるってそこですからね、数字が見える。だから斉藤の動画出した時のコメントっていうのは今は減ってきてますね。一貫にこれだけちゃんとやってるんだから、かかるわなっていう今流れになってきて僕の視聴者さんは、だからそれはすごく嬉しいなと思います。やってよかったなと思います。
ね。IKKOさんも壊れてるし、あと僕一番思うのは IKKOさんが予約困難なお店頑張って取ってて、そこに何の感動もなくついてってるゆうたさんと加藤さんが一番壊れてると思います。壊れてますよ。あれ感謝した方がいいですよ。もっと僕に感謝していいやつなのに。ただついてくる。ただついてくる。この店がどんだけ大変か知ってんのみたいな。どんだけのものなのか僕は説明してますからね。それで言って何白米欲しいとか言ってる。Because films.